円安対策にかなり大きなお金を動かしたそうね。それ、うちらの財布にも関係ある話じゃん。何の話をしているのだ？僕も混ぜてほしいのだ。円安が急に進んだ日に政府と日銀が動いたのだ。市場介入って為替市場で円を買う対応ね。つまり円の値段を急に下げないようにする感じじゃん。4月30日には 6.2 兆円ほどを使ったのだ。私の金銭感覚だと桁が別の世界ね。学校の全クラスが財布をひっくり返しても届かなそう。しかも大型連休中にも追加で円を買ったのだ。休みの真ん中まで対応するほど急な動きだったのね。でもその後円安に戻ったなら効き目は一時的じゃん。円を買えばずっと円高になると思っていたのだ。為替は金利や景気も絡むから一手で決まらないわ。部活の応援に一人来ても試合全部は変えられない感じ。その後も介入が行われ、アメリカとの協調対応にも進んだのだ。次に見るなら円安の流れを変えられるかどうかね。輸入品や海外旅行の値段に響くし、みんなも気になるじゃん。弾んだ餅の材料が高くならないか心配なのだ。そこだけ心配するのは随分庶民的ね。でも好きなものを守りたい気持ちはわかるよ。続いては夏のボーナスが過去最高になったニュースなのだ。大手企業の夏ボーナス初めて100万円を超えたんだって。一度でも手にしたら生活の景色が変わりそうね。500人以上の企業を中心に集計した結果なのだ。アーシノ学校なら全員の購買パンが1年分買えそう。その計算、パンを買う前提なのが高校生らしいわ。だって使い道を考えるのって楽しいじゃん。業績に連動して支給額を決める会社が増えたのだ。会社の成績が良ければ従業員にも買える仕組みね。建設業では平均が200万円を超えた業種もあるよ。ただし大手企業の平均だから全員が同じ額ではないわ。僕のところにも業績連動ボーナスは来るのだ。ずんだ餅のせいに給与制度を求めるのは難しいわね。でも増えたお金が消費に回るか貯金になるかは大事じゃん。景気が良くても手元に残す人が多いと流れは変わるわ。次はみんなの買い物がどうなったかって話だよ。6月の2人以上世帯の消費は実質で 3.3% 減ったのだ。7ヶ月連続の減少なら気分だけの話ではなさそうね。実質って物価が上がった分を取り除いて比べる数字だよね。雨や台風で移動や夏服の買い物が控えられたのだ。休日が少なかったことも外出の減少に重なったのね。夏服って暑くならないと換気が起きにくいじゃん。食料では飲み物や外食への支出も抑えられたのだ。外食を1回我慢するだけでも積み重なると大きいわ。アーシも雨の日は寄り道よりまっすぐ帰る派だよ。石油由来のラックやポリ袋の買いだめも落ち着いたのだ。前に多めに買った分を使っている家庭もありそうね。収入が増えても貯金に回す人が多いのもポイントじゃん。ボーナスのニュースと消費の減少が同時にあるのだ。お金が増えた実感より先行きの不安が勝つのかしら。みんなはボーナスがあったら使う？貯める？アーシは半分貯める。まずは必要な生活費を確保して残りを考えたいのだ。ここで数字の見方に関する豆知識を話すのだ。統計って数字を集めた表くらいに思っていたわ。統計は実測したデータを計算した数値や集まりなのだ。今日の家計調査もたくさんの家庭のデータを集めたんだね。人口や経済など広い範囲を数字で知るために使うのだ。数字が出るまでに集め方や計算の手順も大事なのね。個人情報を守りながら役立つ形で公表する必要もあるのだ。ニュースの数字もどう集めたかまで見ると分かりやすいじゃん。数字だけで決めつけず背景も一緒に見たいところね。概要欄にも記事のリンクがあるから気になるシーンは見てね。コメントで使う派か貯める派か聞かせてちょうだい。また次回も気になるニュースを一緒に見るのだ。じゃあ午後も無理せず行こう。また見てね。